おはようございます。寒い。見てください、これ。激寒です。いやーもう実はですね、アーリーウィンター、つまり冬になっちゃいましたね。冬の到来ですよ。もうこんなもん鉄身にまとってたら死にますよ。ただでさえ寒いのにさ。つうわけで、ちょっと冬支度じゃないですけどね、寒い冬場にはですね、とりあえず序盤ね、必要なものがありまして、この羊毛を使います。羊毛を使って、普通にね、防具を作る要領で、はい、こんな感じで羊毛を置くと、ウールフード、ウールコート、ウールレギンス、で、ウールブーツと、はい、ウール装備がね、実は RL クラフトには存在しまして、それぞれですね、プラス2ウォームスって書いてますけど、つまりあったか属性がですね、ついてます。じゃん。埋もれてます。まあまあ埋もれてますけども、ウールを身にまとうと、ほら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 、上昇するんですね、体温が。マイ装備をですね、ちょっと収納しまして、じゃあこれまた春になったらこれを着ましょう。ちなみに品質が、ちょっとね、ウールコートがプロテクティブっていう品質がついてるので、プラス1ちょっと得してますけど、今はね、結構羊毛使っちゃったんで、ハサミを使って、イエール牧場のイエールたちのですね、毛を刈り取りたいと思います。なんか、僕やったことないんですけど、イエールも毛皮が取れるらしい。毛皮つうか、羊毛が取れるらしいんやけど。あ、取れた。この状態のイエール初めて見たな。あられもない姿になっております。しっかりと羊毛取れますね。なんか足の部分だけちょっと残ってるけど。はい、じゃあね、もっと増えてくださいね。で、あとですね、ちょっと皆さんにお伝えしておきたいんですけども、実はこの収録をする前にですね、ちょっと作業してたんですけど、こんなことが起こりました。はい。もうあれから6時間も経つんですか？早いですね。ほんと早い。ほんと早いんですよ。で、あの後ですね、村の様子見に行ってないんですけど、ちょっと恐る恐る見に行ってみたいと思います。でもなんかね、イージスの音してたから、おそらく村人たち、ほらほら、いるでしょ。無事なんじゃ、湧いてるしさ、今、ボーンと湧いたから、イージスが。いる。いますね。村人さん。でも数は減ってたりするかな。いるな。結構みんな元気ですね。ここの師匠さんも生きてるし。よかったー。こんなとこにずっと放置のまま放置したままやったからさ。心配しててんけど。よかった。落ち込まんといて。いや、こっち向いてよ。いや、ごめんって。ちゃうねん。あとね、コメントいただきました。ノクさんありがとうございます。レベルが上がるとね、師匠さん、本で取引してくれるらしいんですよ。なので、そうなんですね。ってことは、ある程度紙で取引すれば、本もやってくれるということですね。紙28か。結構いるんよな。で、また、ちょこちょこ整地はしています。はい、作業ね、結構しています。住みよい街にしたいね、ここ。そう思っているよ、僕は。というわけでね、今日はちょっとやりたいことがあります。何かというと、グリーンハウスグラス。ちょっと前にね、言ってたと思うんですけども、この冬場になると、ほら、ご覧の通りね、農作物が全然育たないんですね。春、夏、秋のどれかに基本的に育つんですけど、年がら年中育てたい場合はグリーンハウスグラスっていうものが必要になってくるんですね。で、そのために、緑の染料をちょっと集めたいんですけど、緑の染料はね、今のところ僕が手に入れれるのはサボテンぐらいしかなくて、海がね、近くにあればサンゴとかも使えるんですけど、あんまりね、まだ冒険できてないので海を発見できておりません。砂漠もね、ないんですけど、ただですね、浮島がそこにあるんですけど、そこに実はサボテンがちょろっとだけ存在します。で、そちらをいただいて、確かね、サボテンはね、季節関係なく育つはずなんで、
砂さえあれば放置で OK なはずなので、そいつをですね、今日はちょっと持って帰っていきたいなと思うんですが、やたらとあそこ危険じゃないですか。ちょっとね、装備を整えたいですね。弓もかなり種類が実はありまして、このね、例えばこれ、アイアンストレングスロングボウ。これだとね、普通の弓よりは、ドロータイム、アロースピード 1.2 倍なんで、ちょっとね、普通の弓よりも矢が速いみたいなね、ちょろっとした強化なんですけど、こういうのがあったりします。で、あとですね、矢筒なるものが実は存在してまして、こいつもちょっと作りますかね。はい。じゃあ、鉄の強化弓を作りました。で、矢筒は最大4スタックですね。4スタック入れれます。矢もね、大量に持ってるとやっぱ圧迫しちゃうので、ちょっと皮が少ないな。もうどっかで取りに行かないといけないけど。ライトアロークイバーの次が、モデレイトアロークイバーで、これ6スタックまで持てるけど、とりあえず、ライトでいいかな。4スタックあれば十分かなと思うので、OK。しょうもないのついた。ちょっと嫌やな。作り直すのもな。あれやから、あれ作っちゃおうかな。はい。このクオリティを修正するやつが実はありまして、リフォージングステーション。これリフォージングステーションっていうのはね、でも名前変わってるわ。前ね、同じ名前だったんですけど、ちょっと分かりやすくなりましたね。バーブルズっていうのは、こういったね、クイバーもそうなんですけど、RL クラフトはね、普通の装備以外にもアクセサリーみたいなのが付けれるんですけど、そのアクセサリー系は、クオリティ以外にも、おまけで性能がね、追加されたりするんですね。2つあるんでね、ちょっとややこしいんですけども、これを、結構コスト高いけど、あった方がいいと思うので、でも鉄結構使うな。めっちゃ使うやん。1、2、これで、できた。じゃあこいつをとりあえずここに置いて、はい。このリフォージングステーションで、クイバー、矢筒を置いて、鍛え直すためにね、なんかアイテムが必要なんですけど、何がいるんかな。鉄じゃない。何がいるのかな。革か。修繕に必要なためのアイテムが、下のスロットにね、置くと、こうやって、ボタンが有効化されて、こいつを押すと、はい。鍛え直されて、さっき何だったか忘れちゃったけど、クオリティがね、スプリンギーになって、ジャンプ力が強化されました。なぜか。で、今、手持ちに矢筒があると、矢が今0本って入ってますけど、こいつを、クリックするとですね、こんな風に矢が入れれます。これはどこにつけれるのかな。バックパックがあると、そもそもダメっぽい。そうか。なるほどな。どっちかしか持てないんか。確かにそうやな。両方は無理か。しゃあないね。鉄の強化弓を、何もついてないんですけど、こいつをさらに強化することもできます。鉄なんで鉄が素材かなっていうので、ビンゴでした。はい、こうやってやると、こんな風にね、品質が逆に悪くなることもあるので、これランダムなんでね、完全に。いいのが来たらいいんですけど、ライト、プロジェクタイルダメージ。これは、飛び道具のダメージが 5% アップ。もうちょいいいの来ないかな。来ない。いや、ダメだ。パワフル。これいいじゃないですか。10% アップ。ちょっとね、さっきよりも強くなった。これ以上は鉄もったいないので、結構使っちゃったな。ちょっと行ってみますか。試し撃ちもしたいんやけど。確かにジャンプ力ちょっと上がってるぞ。ちょっと待って、そもそも、アジリティのレベルが低い。しまった、4か。使えんがな。石炭があれば、石炭でちょっと経験値を貯めたいんやけど、村からね、少し離れた、この雪山の方なんですけど、ウール装備でも寒い。寒すぎるんです。で、これ、アーリーウィンターなんで、冬の始まりじゃないですか。で、さらにこれがもっと下がるってことなんですよね。ウールだけでも間に合えへんっていうことも十分考えられますよ。さらに季節に関しては厳しくなってるかもしらん。やっぱ遅い時間になってくると、ウール着ててもあかんのか。マジでそんな寒いこれダメージ食らってる状態だったらさ、夜寝られへんのよ。やばい。家に帰ろう。村が危険や。やばい。潰される。危ね
寝る。危なかったー。よし、これで経験値溜まったから。オッケー。これで強化できた。いや、外寒よし、じゃあちょっと浮島の方、寒い地域なんで、サクッとやっちゃいますか。あと、サトウキビも確かこの中にあったはずやから、サトウキビとサボテンをとりあえずゲットして帰る。ああ、燃えたまんまやんけ。あった。またあいつら出てくるから。燃えとる。よし、これと、オッケー。そんなもんですね。ただ、これラピスラズリ、これ床がね、ラピスラズリなんで、これちょっと持っていこう。最終的に、まずい。弓の威力を、あれ弓の威力を、それはあかんよ。それは2段階は。よし、なんとかサボテン6個ゲット。サトウキビもゲットしました。これやっぱ弓強いわ。普通の弓よりも飛ぶ飛距離がね、ほら、結構遠くまで飛ぶんですよ。よし、なんとか回収できたね。じゃあサボテンを育てるには砂が必要なんよな。今度浮島にあったやつを何ぼか持って帰ってきてるので、それを使ってサボテン畑、これ自宅の横をちょっとサボテン畑にしますかね。じゃあここサボテン畑にしようかな。よし、とりあえずこのサイズにしといて、将来的にはねまた拡大して、で自動回収とかできるようにしたいですね。とりあえず手動で回収。っていうか、これ、自動回収ってできんのかな ?RL クラフト。不安やな。なんかできへん気するし、そもそもこの配置で生えるのかも謎やな。上にただ伸びるだけじゃない気もするんよな。自動回収とか無理かもしらへんけど。次にですね、こちらの村にある温室をちょっと再利用しまして、サトウキビをね、育てたいんです。サトウキビはね、もう夏しか育たないんですよ。ただ水がね、いるので、どうするかな。ここ水源あるから、ここを利用して、ちょっとリフォームしまして、ここが凍っちゃうから、松明を置いてあげて、凍らないようにしましょう。ちょっとこれ拝借します。潤沢すぎるんよ、松明が。しまった、割ってもうた。割るとですね、アイスチャンクなる氷の塊が取れるんですけど、実はね、これも使い道があったりするんですけど、しまったな。まあいいや。はい。氷が溶けた体で、こんな感じになるでしょ。でこうなると、はい。水流でもね、植えれるので、いけるんとちゃいますか。溶けてくれたね。ほいと。オッケー。よし。これでサトウキビも増やせるから、紙を大量に生成して取引もしていきたいですね。ちなみに、これはもう言ったかもしれないですけど、白樺の木があれば紙は手に入るので、わざわざサトウキビを増やす必要はないんですけど、妖精さんと仲良くなりたい関係で砂糖も欲しいんですよね。白樺の場合は原木をね2つ並べると紙が手に入ります。こんな感じで。やっぱり草いるわ。裸んぼのまんまやわ。ちなみにね、このアイスチャンクをね、どのように使うかというとですね、はい、とりあえず8個を集めて、こうやって並べると、はい、アイスチェストプレートというものができます。これはね、ウールの逆バージョンですね。夏場にこれを着ると、熱射病にならないっていうやつですね。ならないというか、なりにくくなるって感じ。なので、冬の間にこれを用意して、例えば砂漠にね、行く時とか、ものすごい暑いところで作業するとかってなると、そういう対策が必要になってくるので、氷が張ったら、アイスチャンクを集めて、用意しておくっていうのもね、そうやって次の季節の支度をしておくっていうこともね、RL クラフトで生きていく上で、非常に重要になってきます。
はい。というわけで、これで、サボテン、あとラピスラズリが手に入ったので、ガラスを焼いて、グリーンハウスグラスとかにしてね、農場とかも作っていきたいと思います。いや、それにしてもね、鉄不足がかなり深刻化してきましたので、ちょっと洞窟を少し探検、チャレンジしてみたいと思います。次回も楽しみにしていただける方は、何卒高評価よろしくお願いします。そしてチャンネル登録までの方も、ぜひともチャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。